名前は一星と言います。で、年齢が26歳で、今は下北沢の古着屋イオットというところで店長をしています。今日は、言うたらこうヴィンテージブラックスタイリングと言いますか、一応このカーディガンがですね、モヘアコンの、60年代のカーディガンです。で、この中にカーディガンを仕込んでるんですけれども、これがアンドゥムルメステールですねのカーディガンですね。カーディガンを二重でレイヤードして、ブランドとあとはそのヴィンテージの融合みたいな感じでやってますね。でシャツがこれも50年代のシャツですね。一応黒ピンストライプって言って結構ヴィンテージでは価値があるレアとされているシャツでして、結構この襟の形が割と気に入ってますね。で、パンツが一応リーバイスですね。このブーツカットのフレアシルエットがすごい気に入ってて、で光沢感のある感じとかもすごい気に入ってますね。でブーツが、これもらい物なんですけどジル・サンダーのブーツを履いてます。アイウェアはオーマイグラス東京っていうところのやつですね。なんかインスタかなんかの案件でもらったやつなんですけど、自分でちょっとレンズ薄い緑のやつに交換して使ってます。アクセサリーはこれもアンティークのアクセサリーですね。1900年代前半のものとか、1800年代後半のものとか、もう本当にもうアンティーク資産として一応18金とか9金とか10金とかの本当に全部純金のゴールドでつけてます。スタイリングを組む上で大切にしていること、まず色味ですね。色味を、統一させるのであれば、その似たようなトーンで上から下まで組むっていうのと、あと僕は結構その細身で、結構その癖がない体型なので、割とこう何でも着れるっちゃ着れるんですけれども、ちょっと肩幅がないので、肩が張るような例えばレザーアウターとかは、避けるようにしてます。そういうのが活かせるようにちょっと落ち感のあるレイヨンとかそういうのは、ヴィンテージのもので好んでよく着るようにはしてます。ヴィンテージ、それこそそのアーカイブとかで見るのであれば、例えばマルジェラですとか、エルメス、アントワープ系のベルギー系の、ブランドは、あんまり持ってはないんですけど、ブランドその古着としてはすごい価値があるというか好きではありますね。きっかけは20歳ぐらいの時にアパレルで働いてる高校の時の親友がいたんですけど、その子に神南にあるコドナっていう古着屋さんに連れてってもらって、でそこでその古着屋の緩くてちょっと温かみのある接客に触れて、でそこから古着にドハマりしたっていうのが、一番大きなきっかけです。僕が働いてる下北沢の古着屋イオットはすごくおすすめですね。価格帯は普通のお店と比べて少しお値段が張るところもあるんですけれども、やっぱりそのバイヤー含め、僕も一個一個ピックして、で結構その洗練されたといいますか、すごい面白い古着ですとか、結構そのバックボーンがあるような古着がジャンルレスでユニセックスで、集まっているのでかなりおすすめですね。僕がよく行く、古着屋さんでいうと、三軒茶屋のノワールというお店が本当にヴィンテージから、ブランドのアーカイブとかまであるので、あとジュエリーとかアクセサリーもあるのでかなりおすすめではあります。使ってる財布が一応アーペー製の2つ折りのコンパクトな黒の財布なんですけど、これも21歳ぐらいの時に買って、すごいプレーンな黒でかなりこうコンパクトで使いやすいので、もう5、6年ぐらいは使ってますね。買い替えるきっかけを失ったので、多分しばらくはまた使うかなと思います。香水はマルジェラのレプリカシリーズのソウル・オブ・ザ・フォレストという香水を使ってます。で、以前働いてた古着屋を退職する時にオーナーの方からプレゼントしてもらって、でその匂いがすごいこうウッディでスパイシーな香りですごい気に入って使ってます。学生時代どうしても僕はファッションに頓着がなくて、で結構もう全然地元のビゴとかで服を買ってたんですけど、20歳の時に先ほど申し上げた通り友達と古着屋さんに行って、でファッションに触れたことで、そこからかなりファッションに対する考え方っていうのはかなり変わりましたね。それこそその後アパレルに携わる機会が増えたので、かなりこう自分の中で洗練されていった感じはかなりありますね。正直全部思い入れがあるんですけど、これも21、2歳ぐらいの時に買ったんですけど、その時本当に人生で一番貧乏生活というかお金がなかった時代だったんですけど、高円寺の古着屋で、プリマロフトレベル7の、ダウンアウターですねがあったんですけど、それが6万ぐらいしたんですけど、色がベージュ色なんですけど、それをこうカードで12回払いで買ったっていうのがすごい思い出に残ってますね。シ
ャツが僕はすごい好きで、中でもやっぱり古着屋で働いてるからヴィンテージのシャツがやっぱり好きですね。これももちろんヴィンテージのシャツで50年代のものなんですけど、ジャンルとしては5、60年代ぐらいのアイテム、特にアメリカのものですかねが一番好きですね。でも前から緑革はすごいかっこいいかなって思います。なんか僕自身古着というかヴィンテージしかあんまり着ないんですけど、緑革に関しては古着とかヴィンテージとかとの相性がすごいいいかなって思ってるので、おすすめというか好きなブランドではあります。渋谷のネロヘアサロンというところに通ってます。最近仕事が忙しくて趣味に費やす時間があまりないんですけど、そんな中でも出勤前に下北にトラーシャンブルという喫茶店があるんですけれども、そこでちょっとコーヒー一杯とあとタバコをふかして、でちょっとリラックスするっていうのが趣味というかルーティンというか最近ハマってることとして挙げられます。好きな本は特定して一冊っていうのはないんですけど、作者としては江国香織さんとか三島由紀夫さんとかの小説はよく読んでました。好きな映画は、結構いろいろあるんですけど、中でも思い出深いのが「湯を沸かすほどの熱い愛」っていう日本の映画があるんですけど、基本的に映画とかテレビドラマとかであんまり涙を流すことがないんですけど、あれに関してはすごい母の愛みたいなのがテーマで23回ぐらい見たんですけど、23回とも結構泣いた記憶がありまして、結構思い出深い映画となってますね。おすすめの一曲、音楽も割と好きで通勤とかの最中にすごい聴くんですけど、特定して一曲を聴いてるとかっていうのはあんまなくて、もう本当に洋楽、邦楽、それからロック、ジャズ、すごい全般的に聴くんですけど、そうですね、最近で言うとUK オルタナティブ系は最近聴いてますね。家で流す時もすごい心地よくて、で店頭での、ミュージックとかにするのもすごい心地いいので、最近はそっち系を聴いてますね。今後の目標と夢は、一応今働いている古着屋で店長をしているので、まずは店長という役職をちゃんと全うして、かつ古着屋の店長としての、能力とかもすごい培っていって、経営のノウハウとかも獲得していって、で将来やっぱり自分の古着屋さんを立ち上げたりしてみたいですね。それこそ最初はオンラインストアとかでもいいんですけど、やっぱりゆくゆくは、店舗を持って、で海外とかに買い付けも行けるような、そういう人になりたいなと思ってます。油そばです。僕が働いている下北沢の古着屋ヨットはすごい本当に素敵な古着たちが揃っているので、ぜひ一度来ていただきたいです。僕の個人的なインスタグラムもちょっと活動を頑張っているので、そちらもよかったらチェックをしてみてください。